おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、透明水彩でこちらの風景画を描きました。ですね、プロチダ島というですね、ナポリから船で行ったところの漁港を描いた作品となっています。で、夕日をですね、描いてみようと思って描いた作品です。夕日ね、皆さん描いてみたいなと思うんじゃないですか。こう夕日をどういう風に描いていくのかですね。透明水彩らしさも活かしつつ書き込みもしつつということで、楽しんでみていただければと思います。それではどうぞ。それでは解説をしていきます。下書きをしておきましたキャンソンボードというものですね。キャンソン紙に水をたっぷり全面に塗りました。で、空のところからですね水面の方にですねかけて、これはですねイタリアのプロチダ島というところの夕日を描きました。ぶわにじみますね。水をたっぷり塗っているからですね。で、太陽のあたりはこの辺かなとか、少し黄色もオレンジ黄色を入れました。そして白です。これは、ポスターカラーの白です。で、透明水彩の白とかでもいいと思いますけども、ちょっとこう不透明感を出している部分とかもちょっと作っていこうということで、バーっと全面に塗ります。全面ですよ。これ勇気いりますよね。この作業が一番僕も勇気いりますし、うまくいかないこともあります。で、ちょっと水が足らなかった部分とかがあります。そしてこうやって、ね、ぼかしながら、にじましながら、全面にいけ動けということで、絵の具を全面に動かしていってますね。で、この辺ちょっと水が足らんかったな。もうちょっと伸ばそうかな。もうほんと霧吹きとかでジャバジャバにしてもいいかもしれませんよね。で、この辺ちょっと水が足らないので、なんかうまいことにじまんぞ。ちょっと頑張ってこの辺りはですね、水が乾かんうちにだいぶ馴染んできたかなという感じですね。っていう感じで、全面に、まず夕日、全面にこう黄昏ていく空を描いていってるわけですね。本当にこう何もないところ、こう右側のところのあたりにですね、食堂が唯一1軒だけありましたね。なんかすごいなんか濃厚ななんかパスタやった記憶。そして太陽が沈んでってるとこティッシュでバサ行きましたね。もう一回拭き取ろう。雲バサバサ。この辺慎重にならんといかんですね。こうしっかり太陽のところは拭き取りました。ティッシュでですね。そしてちょっと空うっすらと見える青空みたいなの少しだけちょっとこうほんの少しだけ水が落ち着いてきたかなぐらいの感じで少し置きました。でちょっと上から下へして下から上へ左斜め上濃いめにしたいなと。でちょっとこう明るくちょんちょんと。この辺りは雲です。ちょっとこう白も混ぜた紫色みたいなちょん。だいぶにじむぞ。この辺りですね。これでだいたいこうなんとなくうっすらと夕日、そして水に映っているという感じが出てきました。で、今回も思ったんですけど、思ったよりも乾くと明るくなりますね。まだまだ私は透明水彩がね、下手くそですみません。で、私みたいにこうね、失敗しながら皆さん一緒に成長していきましょうね。このぐらい拭き取ってみた。そしてこの辺はちょっとこう影とかも船の影も描いておこうか否かどうしようか。雲シュッと拭き取りました。シュッと、綺麗なティッシュでシュッと拭き取りました。さあどうだろうかなっていう感じで、ここもシュッとね、さあうまくいくのか。ちょっと拭き取りながらなんか雲ですね、秋口に入っていく時の空の雲みたいな雰囲気でしょうかね、そういった感じに描け、そして完全に乾燥をさせました。乾かしました。ちょっとこうですね、乾燥した後だいぶ明るくなっております。乾燥前とちょっと比較を出しておきますと、やっぱこれだけ明るくなりますよというのをお見せしておきました。そしてこれは水面はマスキング液というのを使用いたしました。今回もですね、少しずつ拡大している動画もお見せしていこうと思います。手元こんな感じですよと、これだけやったらちょっと分かりにくいと思いますので、水面なるべく水平に手前の方は斜めになるように、していってます。こんな感じで、水平によくこういうスティックタイプのは先っちょが詰まりますけども、僕はニードルとかでぐーっと押し込んだりとかですね、細い針金とかぐーっと押し込んだりとかして、なんかこう塊とかを詰まっている塊とかを取り出します。その作業とかを映してませんけども、もうなんとか必死のパッチこいて、取り出しますけども、こう早送りもちょっと今回使わせてください。
水面のとこプラス船の明るいところというのに、マスキング液を塗っていっているわけでございます。わかりますかね。でマスキング液の明るいところを描いていったりとかですねしていってます。こういうところとか大事ですね。だいぶ明るくなったんでやっぱりもっと濃くてもいいのかな。これ毎回ですね一回も成功したことないんちゃうかという感じですね。そしてこうなんかもしかしてアクリルでやってみてもよかったかもしれませんけど、今回は全部透明水彩プラスマスキング液なんかの使い方も今回参考になるかもしれませんよね。水面のところとかっていうところも皆様にちょっとアップにして、で透明白っぽい状態は乾いていないので、なるべく自然乾燥がいいと思いますよ。僕はせっかち大王なんで、ドライヤーとかで乾かして案外失敗したりしますんで、自然乾燥がいいと思いますし、ちょっとこのマスキング液だいぶ使ってなかったので剥がれにくかったです。もしかして時間が経つと剥がれにくくなるかもしれませんよということだけ分かりません。ちょっとやっぱ買ってすぐぐらいのやつとかのがいいのか、例えば画材屋さんにも長いこと置いてあったりするともしかしてなんか剥がれにくかったりするの、ちょっとそういう相談を受けたことあるんですけど、よう分かりませんと答えたんですが、もしかしてそういうことになるのかもしれないなと。そして思い切って、暗部というのをドンと置きます。これ勇気いりますけどもね、ドンと置きます。その際に少し濃淡とかをつけておいたり、エッジを強くするところは強くしてみたりとかしてます。エッジを強くするってどういうことね、ちょっと説明難しいですけども、なんかこう物の端っこみたいなところで大事なところなんていうのは絵の具をこう濃い色をぐっと差し込んでみたりとかして濃くしてみたりとかすることによって形の一番端って結構大事なんですね。端と端みたいなのがあれば真ん中は人は想像してくれたりする。何を言うてるのか難しいね説明が、あるんですね。そういうことも利用して、例えばこういうところなんかは水面に一番近いところっていうのはちょっと濃くしておいたりとか、今これ船の端っこ書いてるんですけど、こういうところとか少し濃いめにしておこうかな。今濃いのちょんとこう足してみたりとかしてるんですね。こういう風にちょっとこうアップでもお見せします。なんか横から覗き込んでいるような気分になりませんか？ちょっと邪魔やからもうちょっと離れてくれませんかってたまにこうワークショップとかでやるとめちゃくちゃ近い人がいて、それはさすがに邪魔でしょとか言うこともあるんですけども、結構近くまで聞いて見てもらうこともあるんですよ。ね、でちょっとこう濃淡をつけながらですね、影の部分というかそのあたり船のところとかだけはまず陸地のとこですね。要は空と映っている海、以外のところというのはちょっと今セカンドウォッシュという感じで塗っていってます。紫とこれは青スカイブルーみたいな何ブルーですかね。もう本当に色の名前はよう僕知らないので、興味が全くないので覚えれませんが、こういうとこ濃くしてますよね、ぐっとね。でこういうところは濃くしていったりとかして、ちょっとこう同じベタ塗りの中でも少しこう濃淡をつけてあげる。そういうの結構大事です。同じ紫じゃなくて青とかちょっと入れてみようかなとか、少し違う色とかで遊びをしてあげたりした方がなんか大人っぽくなったりしますよ。ね、これでなんとなくシルエットがわかるんじゃないでしょうか。そして、丁寧にですね、船の明るいところとかもちょっとマスキング液をしていってるんですけども、ちょっと手前の方はわざと意図的に濃くしていってます。奥行きとかを出すために、これは空気遠近法的な考え方、対比遠近法的な考え方かもしれませんけども、手前の方を少し濃くしていってます。濃くね。で、ちょっと画面をこうやって動かすことによって周りの色と馴染んだりしますよね。周りと馴染ましたりとか、またググと濃い色をしていっております。透明水彩の面白さっていうのはですね、やっぱ同じ単色じゃなくていろんな色をこう画面の中で混ぜ合わせるっていうこと、これやっぱ面白さだと思いますよ。油絵の具とかよりも、あと偶然的にできる面白さっていうのもあります。うまくいかないこともありますけども、その偶然性とかっていうのがなんか味になってきたりとかしますので、なんか機械で作ったような、なんていうんですか、同じような工業製品とは違ってなんか失敗したり、その時の気温季節、いろんなものも加味して水の量、いろんなものによってちょっとたまたまなってしまったみたいなのを楽しめるかって大事なんですね。銅版画という授業を僕大学生の時、またこれ完全に乾いた後です。これ完全に乾いた後に空だけ水をピシューっと空の部分、ちょっと中の方も入ってますけど、銅版画の授業があってボンと垂れた、青空のとこだけ少し描きました。
でまたこうちょっと、斜めにしてますね。上の方へ行くように下を上げてます。銅版画の授業で版を何枚か吸ってみて、ちょっとずつこうやっぱすりが完璧に、同じようにはならなくて、大学の先生に聞いたんですね。先生これ全部同じにならないですけどどうすかねって言ったら、青木曽君そんなもん味よ味って言われて、味も認めることが大事、それが青木曽君やっぱ手で、するということの面白さだよなんていうことを言っていただいたのが、ああいう言葉って今も20年以上経ちますけど覚えてるし、いい言葉やな、味か、手仕事のね面白さっていうところです。だから失敗したでまたリカバリーしたりしながら楽しんでいけたらいいんですね。よくこうできません、失敗しましたって言いますけど、そこからどうリカバリーするかっていうのがすごく楽しいわけですよ。楽しみましょうね。でこうなんとなく空も夕日わかります？ちょっとこう見えてきましたよね。なんか太陽がわーっと沈んでいくという、そして太陽はまた昇るんですよという感じでしょうか。そして雲、これも白入れてます。グレートーンの紫色、ちょっとこう空がまだ水で、乾いていない状態で、でもちょっと落ち着いた状態でペット塗るとボワッとボケる、はい、気温大用ですね。ペッと塗るとボワッとボケるという感じが分かりますか？こんな感じでピュッと塗ってボワッとボケて、そして、ちょっと白とかもいきました。なんか鉛筆の線消えへんなと思ったんで、もうこれは合衆の白とかでビュッと、塗りました。もうどんまい気にすんなっていう感じでですね、合種じゃなくても普通の透明水彩の基本色セットにだいたい白って入ってるんじゃないですか。もちろん紙の白さを生かしたら、今フーと息をあれしましたね。水面なんかもちょっと白を入れたものとかも入れながら、これで、重層構造的になってこんかなっていう感じで、ちょっと不透明的な感じの絵の具を塗っていきました。そしてこのぐらいまたこれもうちょっといけるかなと思って生の白に近いのポンポンと置いたら滲むかと思ったらもうすでに乾いていたという、そんなミスもあります。楽しみましょう。そういうことはね。楽しんでいかないと損ですよということで、ちょっと濃いところをグーっと描いていってます。完全に乾いてきてからですけどね、乾いてきてからグーと1、2、3層目になりますか。3層目ぐらい、3から4ぐらいである程度ケリをつけてやるぞというのが透明水彩らしさが出るかなと思います。ちょっとそれ以上やるとこうなんか綺麗さみたいなのが失われていくこともあります。いいんですよ。汚い絵描きたかったら汚い絵描けばいいだけの話なんで、あんまりこうね、僕なんとなく本に載ってたこと今言ってみたんですけど、3層以内に抑えましょうとか書いてあったりしますけど、4層ぐらいで僕は書いたりすることも多い。その辺はちょっとググッと我慢できて、絵の具の透明水彩らしさみたいなのを残しつつですね。でやっぱりこう船のとこ今書いたの分かります。端のとこ書いていった。端って大事ですよってよく言うてますけど、ここももう太陽との接する一番端のところってここめっちゃ大事ですよっていう感じですよね。やっぱこう主役的な部分ですから。こういうところも書いていきます。この町には3日間いたのかな、2泊3日やったと思うんですけど、面白かったですね。非常に、一緒に旅行に行くツアーだったんですけども、一緒に行った方が一人面白い方いて、ほとんど海外旅行に行ったことなくて、でホテルとかそうですよね。この人見てたら怒りますけど、言うてまいりますけど、この僕が書いてる後ろの方、手前側の方に宿があって、で、朝ごはんかなんか食べ終わった後にその方が、しまったと。部屋の鍵を部屋の中に入れたまま扉を閉めたら鍵が閉まってしまいますよね。で、ほとんど初めての海外旅行に近いような感じで、しまったどうしようと。鍵が部屋の中に忘れたって、ルームキーインとか適当に言うたら伝わるんじゃないですかみたいな感じでフロントのとこ行ってですね、その方が鍵部屋の中あるとかなんかそんな感じで日本語で言うたんですよ。まさかこう英語でもイタリア語でもなく日本語で鍵部屋の中あるみたいな感じで言うて、って僕も思ったんですけど、そしたらフロントの人分かってくれて、オッケー、せいとかって言って、まさか、その日本語だけで通じたというですね、そんなことを今思い出しました。ね、面白いですよね。なんか海外とかも行ける情勢になってくればまた行きたいなというふうに思いますよね。船の漁港ですね。もうなんて言うんですか。イタリアなんかも行きたいですね。やっぱこの辺端を書いてるの分かりますか？真ん中とかを書くよりまず端とにかく慎重にググと、ちょっと早送りも今回使わせてもらいますけども、ググと端を書いて、そこからは今端ちょっと慎重に書いてましたね。ベターと塗ったりとかしながらですね。
これちょっと時間があったからバーっとこう暗いとこまで書く予定なかったんですけど、20分あると思って20分ぐらいバーっと書いてたんですけども、やっぱりこれ透明水彩というのはある程度プロセスみたいなのを持っていた方がある程度大人っぽくも見えますよ。僕よく大人っぽく見えますよっていう発言をよくするんですけども、なんかこう自分で子供っぽいとかっていう人たまにいると思うんですね。でこう端の方ですけども、でそういうのっていうのはなんとなく子供っぽいっていうのはなんか闇雲にっていう感じ。ある程度ちょっとプロセスとか見えたりと、絵の具の組成とか、組成って分かりますか？画材の特性みたいなもんですね。そういうの知ってたりすると、こうしてこうやったらこうなるよっていうことを分かってたりすると、ちょっとこうやっぱり、理知的なと言いましょうか。そんな絵が描けますよということをよく言うんですね。別にすごい子供っぽい絵を描きたかったら描けばいいんですよ。もう逆もしっかり答えですよ。だから別に僕が言ってることは全然正しくもなんともないので、皆様でご判断いただければと思います。ね、この辺はこうちょっと慎重に船を描いていったりとかしながら、暗いとこも描いていきながら、本来はここまでやるつもりなかったですけど、ほんの少しの時間があったので、少し描いていってるということです。ちょっと夕日を描けるとか言いつつ、船の描いてる部分が多くなって申し訳ございません。謝罪してお詫びして訂正はいたしません。すみませんね。本当に謝罪の時代になってまいりましたよね。また船描いとるなという感じですけども、こういうところも少し筆先もお見せして、そんなに高い筆じゃないですね。これ800円か900円ぐらいの、何度かこの僕の YouTube を見てる方は出てくると思いますけども、10本セットぐらいで800円とかで売ってた筆、案外これ使い勝手良くて、透明水彩ぐらいの感じだったらこれ使えるな。油絵もこれたまに使ってるんですよ。すみません、筆会社の方申し訳ございません。もうどんどんインターネットがね発達していって、こんな便利になると思いませんでしたもんね。画材もこんなに買えるなんてって思いませんでしたもんね。やっぱりこう新宿に本店のあるなんとか堂本店ぐらいのオンラインショップぐらいしかないのかな。佐賀に来た時15年前の佐賀市がわからないですけどだったんですけどね。もう今は本当筆一つ、絵の具一つでもアクリル絵の具でも水彩でも何でも買える時代になってきたという、びっくりしますよね。でこの辺の家も描いていってます。面白いですよね。ちょっと聞いたらなんでいろんな家が、色違うんですかみたいな聞いたら、なんかそれぞれで勝手に塗ってるからですよって言って、船で向こうに漁に行って帰ってくるとき、遠くの方からでも自分の家が黄色とかピンクとかで、遠くからでもわかるからですよなんていう風に言うてました。なんていうことで、だからすごいいろんな色があるんですけども、今回は夕日に絞って、でも夕日をほとんどもうある程度出来上がってしまってますもんね。これでね夕日が描けた。そしてこの水面に映っているというところを後で見せていきますけども、夕日が描けると言いつつ、ほとんど船を描いている動画となってしまいました。謝罪して訂正はいたしません。ありがとうございました。ね、もちろん他の描画、ディティールの描き方みたいなのも皆さん参考にしていただければと思います。打倒小木曽誠、皆さん頑張っていただければと思います。あいつには負けないぞ、頑張ってください。私も負けません。皆さんに、負けるつもりはございませんので、頑張って水彩勉強しましょうね。私もこうやって透明水彩楽しいなと思いながら、日頃古典の準備とかが忙しくなってきたんですが、ちょっと合間を見つけてこんなことをしたりとかしています。ね、録音して、字幕とか入れるのはだいたい深夜とか夜中とか、僕はだいたい夜中に起きるんですけど、ちびっこあやしながら寝つくまでにこちょこちょ入れてみたりとか、なんかそんなことで、字幕入れてたらよく寝れるんで、そしてマスキング液を今剥がしていってます。ちょっと剥がれにくかったですね。あれれれれと思ったんですね。指でやりました。そんな量やってないので、あれれれれちょっと変なくっつき方しとるぞという雰囲気はありました。ええわぐらいの感じです。私の性格上ですね、もうあかんかったでそれで対処しようという感じです。皆さんはそれぐらいね、楽にやられたらいいんじゃないですか。ね、こんな感じでちょっと夕日が沈んでいく。もうだいぶこれで見えてきたと思いませんか？白いハイライト。これ一番白じゃないですよね。一番初め一層全面に塗っているからちょっと黄色っぽいような雰囲気の。そして水面の濃いところなんかもググッと描いたり、また端っこ描いて上がる。端っこですね、今日はね。こういうところも慎重にシューッと。細い線引くの苦手ですっていう人はね、やっぱ筆まず揃えてみる。そして絵の具をしっかり混色する。そして、最後は愛です。
愛を込めて大事に書くという気持ちでやってください。僕よく言うんですけども、今若い人はなかなかそれ経験ないって言うんですけど、恋文を書く気分、僕はもらう方が多かったって書いたことほぼないと思うんです。すみません、ジョークですよ。ジョークってわかりますか？恋文を書く気分で書いてくださいとよく言います。細い線引けません。恋文を書く気分でね、雑じゃなくてふーってね、息をこう吐きながらふーってね、やっていくと書けるんじゃないですかっていう感じでよく言います。本当にそういう気持ちでやれば、筆先に神経を尖らせてね、書いていけば、こういうところは水面とかすごく大事に書いていってますよ。手の動き自体早いと思うんですけども、やっぱりですね、雑じゃないですよね。やっぱりこう慎重にかつ、この瞬間に俺は決めてやるぞっていう気持ちでやってます。でもう決まったら決まったでいいし、また周りが書き進んでいったら、さっき決まってたんやけどやっぱりちょっと足らんなとか思ってまた加筆したりすることもあるじゃないですか。だからその瞬間は、これでええやっていうか、かっこええぜっていう風に決めれるかどうか、ね、っていうことが愛だったりしますよね。大事です。そして波も手前の方は少し大きめに書いていったり、斜めに書いていったりとかして、何か考えてんの？何のためにここはこんな風にしたんや？よくわかりません。あれ何これは？何だったんですかね？今編集のミスですよね。そういうこともあります。あんなところもいっぱいあります。ライブ配信など見ていただくと、多分あんな考えてる瞬間があるんですね。でそれなんでかっていうと、画面全体を見てて、ここにこれぐらい欲しいかなっていうのを常に見ていってます。私は常に見ていって、ここにこれがあって、でそのままの色を置くわけじゃなくて、ここにこういう濃い色があったら画面とこうし合うなとか、ここにこういうサイドの色があったらこことここと響き合うなとかっていうことを考えているんですね。で皆さんもだからこのプロチダ島の船一隻一隻まで、これはこの色でこうだった。この夕日の色はこうだった。誰もそんなこと知らないわけですよ。だから絵なんで、絵を作るということを少ししていって、そしてディティールをこう細かい描写をしながら、ちょっとずつ密度を上げながら完成に向かっていきます。ちょっとオレンジ色入れましたね、この辺ね。とかですね、船のところ細かい描写もちょっとしつつ、全体も見つつ、この辺ググググと濃くした。そしたらこっちの方もグググ濃くしてみようかなと、この辺に濃くしてみようかな。ちょっと左の方にちょっと濃い色が少ないなって今感じはして、濃くしだしましたね。やっぱこう画面見てるから、こう画面全体をこうさせながら、カンバセーションしていってるわけですね。書き込みみたいなのも一部に僕は偏らず、なるべく画面全体を見ながら書き込んでいく。そしてなんか今回の作品なんかは特に水彩らしさみたいなのは残しておきたいなという気持ちで、書いていったので、すごく写実的に書くというよりは水彩らしさ、あとはマスキングテープのマスキング液の偶然性みたいなのも活用しつつ、完成に向かっていったという次第でございます。いかがだったでしょうか。最後チュッ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 とね、もうほんの少しちょん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 、こんな感じで、密度を上げていってます。こういうアップの部分とかもお見せしていってますけど、最近どうですか？もうよかったら感想ください。わからないので。いや、前のがいい、ずっと上から定点カメラがいいっていう人はそれはそれで、言ってくれたらいいですし、アップがあった方が手の動きとかわかりますとか、そういうコメントをいただけると、動画をですね、こう皆様にご提供する際にこう参考にさせてもらってます。わからないんでね、おじさん一人でやってるんで、学生とかにね、見てとかも言うのもね、なんかあれなんで、こんなん見たくないって言われそうなんで、落ち込みそうなんで言いませんので、こういうね、こんな感じなんやと、こんな細かい描写してるんやということの参考に、アップも撮っております。本日もご視聴ありがとうございました。いかがだったですか？夕日ぜひ皆さん描けるようにして頑張ってみてください。ね、ちょっとした取材とか行ったら、日没の時間とか調べておいてくださいね、時間。それで山とかがあったらちょっと早まりますからね。ぜひですね、日没なんかも書いてみても面白いんじゃないか。そういうライブ配信もしてますので、以上で、完成となりました。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録していただけるとおじさん励みになります。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。ある程度もう土台の段階である程度見えてきて、あとは細かいディティールとかを変えていくんですけども、空がうまく私の作品の中で、水彩が苦手な私の中ではうまくいった方なんじゃないかなというふうに思います。皆様もですね、こういった感じで初めにちょっと大胆に下地を作っていくということをしていってみたら、なかなか面白い作品になっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ修練鍛錬を積んで頑張ってみてください。それではまたご視聴ありがとうございました。では。
チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。